美咲、急いで近道したら20分遅れた。近道なのに遅くなったの？駅の地図を見たら細い道があったの。こっちの方が早いと思って入った。それでどこに出たの？はあ、駅の反対側。しかも工事中で同じ場所まで戻った。それは急がば回れだね。急いでるのに回るのもっと遅くならない？そう聞こえるよね。でもこのことわざは、急ぐ時ほど確実な方法を選ぼうという意味です。近く見える道は本当に早いとは限らないんだ。今日は3つ話します。ことわざの意味と始まり、日常で使える場面、そして慎重すぎることとの違いです。私の20分を皆さんの役に立てよう。ということで始まりましたレイトナイトジャパニーズチャット。私たち美咲とのぞみがお届けします。今夜も楽しく話していきましょう。まず、急がば回れを言葉通りに見てみよ急がばはもし急ぐならという意味です。今日の単語分解です。急ぐは早くしようとすること。回るはまっすぐ行かずに別の道を通ることです。う。回れは近道でなく遠回りしなさい。そう。でもいつも長い道を選べという命令ではないよ。じゃあ何を回るの？危ない近道や失敗しやすい方法を避けるんだ。少し時間がかかっても確実な道を選びます。最初の5分を節約して後で20分失った私みたいに。とてもわかりやすい例です。褒められてないのに教材としては優秀なんだね。大切なのは道の長さより最後まで問題なく進めることか。急ぐ時ほど目の前の速そうに飛びつかない。これが最初のポイントだね。このことわざは滋賀県の琵琶湖に関係があると言われています。本当に道を選ぶ話だったの？うん。昔、湖を船で渡る近道がありました。歩いて橋を渡る道より短く見えたんだ。それなら船の方が早そう。でも、湖では風が強くなることがあります。船が進めなければ、かえって時間がかかる。近いけど天気に左右される道なんだね。一方、瀬田の唐橋を通る道は遠回りです。でも、歩けば前へ進める。速そうな船と最後まで進みやすい橋。どちらが本当に速いかは距離だけでは決められない。そこから、急ぐなら遠くても確実な道を行こうという考えが生まれたとされています。私の細い道にも強い風みたいな工事が待ってた。時代が変わっても、速そうと本当に速いは違うんだね。道の他にも急がば回れを使える？もちろん。例えば、家具を組み立てるとき、早く完成させたくて説明書を読まない。部品を見て多分こうでしょうと始める。ところが最後に板が1枚残ります。予備の板かな？予備ではありません。最初に入れる板です。つまり全部外して最初から？はい、説明書を2分読めば終わったのに、1時間やり直します。近道どころか同じ道を2回歩いてる。料理でも仕事でも同じです。最初の確認を飛ばすと、後で全部直すことがある。ああ、急いでいる時ほど二度手間が待ってるんだね。二度手間は同じような作業を2回すること。避けたい遠回りです。急がばのば、今の会話ではあまり聞かないよね。そうだね。これは昔の日本語の形です。今なら、急ぐなら、や急いでいるならに近いよ。じゃあ友達に駅へ急がばって言ったら？意味は想像できるけど、昔話みたいに聞こえるかも。電車に乗りたくば急がば回れ。急にお城から来た人みたい。普通の会話なら急ぐならこっちの道が安全だよでいいんだね。そう、急がば回れはことわざ全体で一つの決まった形として覚えよここが今日のミニ解説だね。古い急がばは今の急ぐなら。う。意味がわかればタイトルや会話で見つけた時にも困らないね。ただし駅で使うのは急ぐならにします。では、日常でどう使うか。コツは確認を一つだけすることです。一つだけでいいの？10個くらい確認しなくて大丈夫？10個確認したら今度は出発できないよ。それは困る。何を一つ見ればいい？一番間違えると困るもの。駅なら地図で出口を1回見る。電車なら行き先を1回見る。メールなら送る相手を1回見る。家具なら説明書の最初を1回見る。そう、それだけで大きなやり直しを減らせます。急いでいるから確認しないではなく、
急いでいるから1回確認する。その一文はそのまま使えるね。確認の1分がやり直しの1時間を防ぐかもしれない。でも、急がば回れを回りすぎたら何も始められなくならない？そこは大事だね。このことわざは完璧になるまで動くなという意味ではありません。地図を1時間見てから駅を出るのは？電車に間に合いません。確実だけど目的は失敗してる。必要な確認をしたら動く。急がば回れはそのためのことわざです。慎重は失敗を減らすため、動かない理由にするためじゃない。そう。安全な道を選んだらその道を歩き始めよう。私は地図を1回見る。でも駅員さん3人には聞かない。一人に聞いて答えが分かったらもう出発して大丈夫。1回確認して進む。これなら急ぐ時にも使えそう。では今日の3つのポイントをまとめよう。1つ目、急がば回れは急ぐ時ほど確実な方法を選ぶことわざ。2つ目、近く見える道が本当に速いとは限りません。説明書を飛ばすと全部やり直すこともある。3つ目、慎重すぎて動かないのではなく、一番大事なことを1回確認して進む。一番速いのはいつも短い道ではありません。やり直さなくていい道です。次は地図を1回だけ見る。駅を1周はしなくていい。あれは遠回りじゃなくて迷子だからね。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。